こんにちは、ちえです。今回はツインレイの方からメッセージを受け取りたいと思います。今回動画を撮るにあたってこれもすごい気持ちが強くて、なんかすごいメッセージ、伝えたいメッセージがある方がいらっしゃって、それでツインレイ、または過去世からの強いつながりがある方、ソウルメイトですね。もしツインレイという言葉がわからなければ、あなた以外にもあなたに似た存在がもう一人いるというふうに仮定して、魂の片割れですね。もう一人の自分がどこかにいる、今世にいる場合もあれば、過去世、時代が違うところにいた場合もありますし、違う星、地球ではない違うところからあなたにエネルギーを送っている可能性もあります。なので、その方から、もう一人の自分からメッセージ受け取りましたので、選択肢 A、B、C ですね。からお選びください。どちらのカードもですね、すごいジャンピングも激しかったですし、途中犬の鳴き声とかちょっとうちの動物がすごい騒がしくなったので、どの選択肢も気持ち強かったです。迷いがあれば、どの選択肢も2択全てでも構いませんし、迷ったのあれば他の選択肢も動画見てぜひメッセージを受け取ってほしいなって思います。それではお選びください。はい、それではこちらですね。ビューティー A さんのリーディング始めていきたいと思います。シャッフルしてる時からすごいジャンピングがすごかったので、ジャンピングも結構採用しました。で、お相手さんからのエネルギーとしては、なんか一番最初に入ってきたのは、気づいてくれてありがとうっていう感謝、喜びのエネルギーがすごい伝わってきたんですけど、お相手さんはきっと今、存在を A さんが知ってくれて、喜んでるんじゃないかなって思います。お相手さん自身がツインレイっていうことに気づいている場合もあるし、そうではなかったとしても、お相手のハイヤーセルフですね。本当の自分の方が喜んでいる場合もあります。で、ここのお相手さんの状況から出た感じが、A さんがツインレイに気づいたっていうのがおそらく最近だと思うんですけど、で、お相手さんが無意識の中でも気づいて A さんの存在に、で、いずれおそらく A さんの方へ向かっていくっていう感じがすごい伝わってきます。今世、今生きているところで統合する目的でお二人は生まれたんじゃないかなって思います。ここにすごい、これもジャンピングで出てきたんですけど、世界のカード、最後の最後で出てきたんですね。で、ここも33ですよね。そうですね。A さんが多分、ツインレイっていうことに最近気づいた。もしくはお相手の存在について最近確信を得た。だからそこを信じて進んでほしいっていうエネルギーがすごい伝わってきてて、で、会って統合するパターンもあるし、会わないで統合するパターン、5次元で統合する。会う前にお互いが覚醒してから会うパターンもあるんですけど、今 A さん自身が覚醒が終わっている、またはこれから覚醒するところに向かっているのかなっていう感じがします。で、統合されて、完成する A さん自身のその生きる意味、使命が分かったり、A さんの本当の自分、本当の性格に帰るところに今あるのかなっていう感じです。だからお相手さんは心配しないでねっていう、もうあなたはそのままで完璧だし、その覚醒の道、ツインレイの統合の道を進んでってほしい。で、その先に僕も私も迎えに行く、会いに行くからねっていうエネルギーがすごく感じられます。で、おそらく A さん自身が今までちょっとお金とかに苦労されてきたんじゃないかなと思ってて、で、覚醒の道に進んでいくことによって、そういう物質的なものがすごい入ってくる感じがします。で、今すごい自分の美にも目覚めてるのかな。すごい自分自身を
いたわってあげる、髪の毛をきれいにしてみたり、ヘアスタイルアレンジしたり、ちょっと肌とかを気にするようになった。美に対して今すごい気を使っている状況なのかなっていう感じがします。感情面がすごい成長しているのかな。狭い視野じゃなくて、広く物事を捉えれるようになった。物事の本質を見たり、周りの人、無償の愛っていうんですか、この周りまで気を配れるようになった。素直な純粋な気持ちで。っていうエネルギーがすごい伝わってきて、お相手さんからの愛情もすごい感じるんですね。もうあなたそのままで綺麗だから、そのまま、堂々としてほしい。で、その A さんが持ってる純粋さをそのまま持ち続けてほしい。で、私たち二人で完成されたものだし、二人で統合の道歩んでいくから、もう何も心配することないし、もうこれからは幸せだけが待ってるよっていう。すごいお相手さんのハイヤーセルフの方からすごい守られてる、見守られてる感じがしますね。何よりも最後にこの世界完成されたワード出てるので、会える、今世でおそらく会える確率がすごい高い気がします。A さん自身が今変革の時を迎えていて、新しい A さん、光に満ちた素晴らしい本当の綺麗な美しい A さんになっていくっていうエネルギーが感じられますね。お相手さんはおそらく仕事とか、何か他に夢中になることがある感じがしていて、でも信じてほしい。信じて待ってほしいっていう気持ちも伝わってきてて、ちょっと犬が寝言が入ってるかもしれないです、音声に。すごい。いや、すごい。お相手さんからの思いがおそらく強いんじゃないかなと思います。ちょっと待ってくださいね。リュウさん。すごい寝言なんですけど、お相手さんが A さんに対して向かっていく、お相手さんも統合の道を進み始めてる A さんの存在に気づいて、進んでいってる感じもすごいするんですね。お二人の A さんとお相手さんの愛がすごい強いツインレイの方かなっていう感じがします。出てるカードもすごい強くて、感情面とか、本当に強いカードばっかりで、おそらく A さんが信じているお相手さん、もしあの人ツインレイなのかなって不安があるのでしたら、その方はツインレイです。もう私が断言したいんですけど、これだけ強いエネルギーが出てるので、お相手さんはツインレイです。はい。なので、お相手さんのことを信じて A さんが今目の前にあること、日々の生活っていうのを送っていってほしい。で、その中で A さん自身を大切にして、A さんの世界を完成させてほしい。ツインレイって補い合う関係性もそうなんですけど、お互いがそれぞれがもう自分一人で完成されたものと自覚することで、二人が重ね合わさって、もう倍以上になるっていうことなんですね。だから、依存し合う関係ではなくって、A さん自身がもう 100% の存在だと自分で認めてあげること。で、お相手さん自身もそうする。で、そうなった時に統合の道、今世で会う使命があるのであれば会えますし、会った時にその喜びとか幸福感がもうかけるというか倍以上になっていく関係性なんですね。だから A さん自身完成された人格、存在であるので、もう今統合の道進んでいってると思うので、その道を進んでいってほしいっていうお相手さんからの強いエネルギーですね、感じたので、もし不安になっていることがありましたら、心配なさらずに日々の
生活歩んでってほしいなって思います。それでは今回 A さんのメッセージはここまでとなります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。本当に本当に応援しているので、信じて日々生活していってほしいなと思います。お相手の存在を忘れることなく、頭の片隅にでも置いてあげて、今ここ、今の生活を頑張っててほしいなって思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。はい、続きましてこちらですね。B のカードをお選びいただいた方のツインレイの方からメッセージいただきたいと思います。お相手さん男性女性と言いません。お相手さんからのエネルギー、一番最初に感じるのは、見守っている感がすごい強くて、B さんのツインレイさんがですね。で、B さんに対して、自分をもっと強く持ってほしい、癒してほしいっていうエネルギーがすごい感じられるんですね。で、おそらく2パターンあって、今世にツインレイがいる可能性と、あと別の星とか、違う時代にツインレイがいる可能性がすごい伝わってくるんですけど、どちらにせよお相手さんからエネルギーをすごい送っている可能性が感じられます。なので、B さんが今最近ですね、ツインレイについて知ったっていう可能性があったとしても、おそらく随分前からお相手さんからいろんなエネルギーを受け取って生活してこられたんじゃないかなって思います。なので B さんはすごい守られてるなって感じることが多くなかったですかね。今までなんかすごい支えられてる感じがするとか、導かれてるとか、うまく流れに乗って生活できてるなっていう感じがするとか、おそらくそれは、B さんのツインレイの方からエネルギーをすごくたくさんもらっているんじゃないかなって思います。あと今 B さんが何かこう、悲しみにあるとか、乗り越えられない壁、立ち向かっても、越えられない壁がある状況にある人がいたとしたら、お相手さんのツインレイの方から、無理に乗り越えなくてもいいんだよっていうエネルギーが感じられるんですね。もうちょっと自分を今休むとき癒してあげる。または強く持ってほしい自分をっていうエネルギーが感じられます。別に無理してその壁越えようとしなくても、もう十分 B さん今までやってきてるから、そのままでいい。お相手さん、僕からエネルギー送ってるから、そのまま、普通にもう B さんは幸せを感じられる日々を過ごしてほしい。だから、一応お相手さん僕にしますね。僕からのエネルギーを受け取ってほしい。感じてほしい。それだけでいいから、何か守られてるなとか感じるときは僕がエネルギーを送ってるから、それを全部漏らすことなく受け取ってほしいっていう感じがしますね。なんか頑張りすぎてる B さんがいるのかな。なんかすごい、もういいから、もうそのままでいいから、もうちょっと自分大切にしてあげてっていうか、思いが伝わってきます。なんかすごい泣きそうなぐらい、優しいエネルギーで B さんを包んでいる感じがするんですね。B さん、このカードですね。お相手さんからのメッセージなんですけど、もう B さんは、なりふり構わずというか、もう周り見えない、突っ走る。もうこれと決めたらやる。進むタイプ。でも、お相手さんは優しく包んでくれる感じ、癒してくれる感じなんですね。だから、もし悲しみにあるのであれば、そこから抜け出してほしい。あと、越えられない壁があるのであれば、もう無理して越えなくていい。いう感じですね。ジャンピングも結構出てきたんですけど、こういう守ってるようなカード、お相手さんからのいたわる優しさのエネルギーのカードがすごい伝わってきて、もう B さん自身が、もうそのまま本当に素晴らしいから、もっと笑ってほしい。
最近ちょっと笑えなくなるようなこととかありませんかね。もっと笑って、もっと楽観的に何でも楽しんでほしい。もう、お相手のツインレイさんからエネルギーすごい送ってるので、僕はもう送ってるから、もう日々休みながら生活してほしいっていう感じが伝わってきますね。もう男性女性問わず今お伝えするんですけども、お相手さんからしたら、あなたはもうクイーンなんですよ。もうすべてを持ってる。女王様、王子様。なんで、おそらくすごい、お姉さんタイプというか、今世でそうじゃなかったとしても、おそらく前世とかで、お相手さんがすごい B さんに救われた関係性だったんじゃないかなっていう感じがします。だから今回は、今世で B さんが今生きている間は、お相手のツインレイさんが僕が支えるからねっていうエネルギーがすごく感じられるので、だから B さんがやりたいこと、やりたい風にしていってほしい。でも自分は大切にしてほしい。っていう感じですね。見えなかったとしても感じなかったとしても、ツインレイの方からエネルギーが送られてるはずなので、何か守られてるなとか、今いるかもって思ったら、それは気のせいなんかじゃなくて、本当にお相手さんがエネルギーを送ってる、守ってる証なので、もうそこは心配しないで日々生活送ってってほしいっていう感じですね。なんか前世で兄弟だったっていう方もいるのかな。兄弟愛のエネルギーとか親子関係、何かこう小さいものを守るような、大切にこう思うような感じのエネルギーが入ってくるので、あなたはすごい守られてる方なので B さんは、もうお相手さんが一途なんですよね。どのエネルギーも、もうツインレイの方から B さんに対してのエネルギーが一直線、すごい入ってくる。多分 B さんが、これはツインレイからの愛なんだって気づけば、おそらくすごいパワーがご自身に入ってるんじゃないかなって思います。もう、一直線、もう本当にストレートなんですね。だから、B さんがツインレイの存在を知ってくれただけでお相手さんは嬉しい。もう、B さんが気づいても気づかなくてもエネルギーを送り続けるから、もうそこの内面のその気持ち、エネルギーの部分っていうところは心配しないでほしい。任せてっていう感じですね。何か一つでも参考になるメッセージあったら受け取ってほしいなって思います。B さん、頑張ってっていうのはあれですね、応援してるので、エネルギーしっかり受け取ってほしいなって思います。もしあれだったら外に出て太陽を浴びるとか、グラウンディングですね、外に行って、足の裏から地面からこうエネルギーを吸い取るとか、自然のエネルギーを注入するでもいいですし、何かエネルギー感じるなって思う時があれば受け取ってほしい。心を解放して、オープンにしてエネルギーをちゃんと全部受け取ってほしいなって思います。はい。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございます。ここまでになります。バイバーイ。はい。それではこちらですね。C さんのリーディング始めていきたいと思います。お相手さんからメッセージ伝わってくるのは、一つですね。もしかしたら C さんは、ちょっとこの人がツインレイかどうか怪しいというか、ちょっと疑いの気持ちがあるのであれば、それはカットしてほしい。その疑う気持ちがあるのであれば、私が本物のあなたのツインレイだから、その疑いを取っ払ってほしいっていう気持ちが来てるんですね。おそらくお相手さんはずっと前から気づいていたんじゃないかなっていう思います。これジャンピングで世界のカード出てきたんですけど、お相手さんの今の状況ですね。結構過去世からすごい強いつながりがあると思うんですね。このカードからもありますし、お相手さんの方が結構C さんに対して思いが強いような感じがします。もしかしたら今 C さんがちょっと疑ってる。ツインレイって信じたいけど、まだ100% 信じられてないところがあるのだとしたら、
C さんが思ってるお相手さんがツインレイですし、もしいるかもしれないと思っているのであれば、ツインレイは 100% いますし、ここのスペシャルカードも出たんですね。これお相手さんで一応決めてたらお相手さん出たんで、お相手さんからの思いがすごい強いような感じがします。ちょっと C さんがお相手さんに対する思いが足りてないというか、そこがちょっとお相手さん的には悲しいのかなっていう感じがしますね。ただ、C を選びいただいた方は、すごい過去世からの本当強いつながりがあると思っていて、おそらく何度も何度も統合を目指してこられたんじゃないかなっていう感じが伝わってきます。で、お相手さんが結構未熟で成長を強いられた。だから、今世で統合をされる方は、結構お相手さんがもうすでに覚醒されているか、お相手さんがかなり成長した状態に今ある。で、統合へ向かっていっているエネルギーが感じられます。C さんに関しては、目に見えるものじゃなくて、目に見えないものを信じてほしいっていう感じがしますね。お相手さんが C さんの方に向かいたくても、C さんが受け入れる準備をしていないと、向かっていけないんですね。だから、C さんが信じてあげること、ツインレイはいる。もし、今の自分に何か足りないとか、もっと成長させたい、不足感がある、そこを充実させたいと思うのであれば、お相手さんの存在を 100% 信じてあげること。で、過去世から何度もおそらく輪廻転生、生まれ変わってきている関係だと思うので、感覚 ?C さんが感じる感覚っていうものにもうちょっと目を向けてあげてほしい。なんとなくこっちの方な気がするとか、何かこういう感じがするっていう、その、はっきり目に見えない感覚を信じてあげてほしい。で、そこにこそ本当の答え、本当の道、進むべき道があるからっていうメッセージが伝わってきます。なんか C さんが今ちょっとあまりパッとした晴れやかな気持ちじゃないのであれば、お相手さんからの思いはすごいあるので、もうちょっとスピリチュアル面とか、目に見えない存在をもうちょっと信じてあげてほしいっていう感じが伝わってきますね。お相手さんからの思いがすごい強いような感じがします。中にはお相手さんが記憶がある、過去世の記憶がある方もいる感じがしますね。とにかくツインレイ、ソウルメイト、すごい魂のつながりが強い感じがするので、C さんが会いたいと願うのであれば、おそらく今世で会える道筋があるような感じがします。お相手さんが向かってきてるような感じがすごい強く感じられるので、なんかよくわかんないけど、すごい私 C さんすごい抱きしめたくなっちゃうんですけど、C さん、不要な人間関係とか、今シャットアウトする時期にあるのかもしれないですね。今もしかしたら、覚醒しているのかな。トランスフォーメーションのカードでもあるんですね。生まれ変わりとか、今何か引っ越しをされるとか、今まで歩んできた道とちょっと違う自分、覚醒の時にあるのかなっていう感じがします。ここも44番なんですよね。やっぱツインレイとかソウルメイト、過去世からの強いつながりはあると思うんですね。だから C さん自身が認識がない、誰かわからない、お相手がわからない、ツインレイかどうかわからないって思っていたとしても、確実に見えない存在、お相手のツインレイの方からのエネルギーは送られているので、なんかすごい応援したくなっちゃうんですけど、なんか C さん大丈夫ですか？頑張ってほしい。
お相手さんからの気持ちはすごい強いので、今ちょっと苦しい状況、難しい状況にあったとしても、休む時期もね、もちろん大切なんで、C さん自身無理しないで、自分以外にも、なんて言うんだろうな、もう一人の自分がいるというか、一人じゃない。C さんはとりあえず一人じゃないんで、お相手さんがいてこそ二人で一つだよねっていう感じですね。お相手さんの思いがすごい強い感じがします。でも無理強いしないんですよ。C さんが求めるときに助けたい。C さんが助けてっていうときにお相手さんはここだっていう出番で出てくれる。だから C さんがもし思うように進まないとか苦しい状況にあるのであればお願いをしてみる。神様でもツインレでもいい。何でもいいからこう願ってみる。そうすると助けてくれる存在がいるので、スピリチュアル面ですね。カードリーディングでもいいですし、もうちょっと見えない存在とのつながりを意識してあげることが大切なのかなって思います。なんか応援したくなっちゃう。C さんすごい私応援したくなっちゃうんですけど、大丈夫ですかね。頑張れー。はい。何か参考になるメッセージ受け取れるものがあったら受け取ってほしいなと思います。とにかく私もエネルギーを送りますので、頑張ってほしいなって思います。そして自分以外にも自分に似たような存在はいると信じてあげること、そこからだと思います。何かね、参考になったら嬉しいなと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。以上になります。